それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜の妄想夜のちぎりシリーズです。あなたの性的魅力についてカードからのメッセージをお伝えしていきます。よろしくお願いします。もうすでにこちらにあなたの恋愛対象の方々が感じる性的魅力について出しています。はい、1番さんです。まず魅力をお伝えしていきましょう。たくさん出てきています。まず一番目立つのがこちらのアップルキス。とってもチャーミングだっていうのが入ってきていますね。そしてその他のカードも全て合わせて見ていくと、もっと知りたいって思っている。なぜかというと、あなたがとっても性的魅力に溢れているから。ここからもう全部入ってきています。食べちゃいたい、美味しそうだなとか、触れてみたい、味わってみたいっていうのがね、もうここに入っています。チャーミングイコール可愛いっていうのが入ってますね。そしてあと丸みっていうのもすごく感じるので、そうですね、体のラインとか瞳の大きさとか形かもしれない、唇とかかもしれないですね。言葉にも柔らかさっていうのを感じているかもしれません。丸みを帯びているっていうのをとても感じます。ここがすごくいいんだよねっていうのをね、恋愛対象の方々とても強く思っていると思います。穏やかで温かみのあるっていうのも感じるんですね。輝いている、包容力があると言ったらすごくわかりやすいと思います。そしてあなたの感性に惹かれている、ユニークさや個性っていうのを感じているっていうのもまた性的魅力の一つとして入っています。肌や服の中、そのさらに奥底っていうのを、中をね見たくなっちゃうっていうのも入ってきていますね。何か覗いてみたいとか、そのさらに奥底、その向こうへっていうのがすごく入ってくるので、なんかね肌を見たい、素肌を見たいとか、触ってみたい、触れてみたいっていうのがそのままストレートに来てるんじゃないかなと思います。そして性的魅力がもう完成されているっていうのが出ていますね。もうすでに熟成されている魅力がある、不完全ではないとか、もうすでに魅力満載であって、それはもう熟成されている、出来上がっているあなたという魅力がもう完成されている、性的魅力がっていうところで入っていますね。だから、人によってもう完璧な方っていう風に感じている方もいるかもしれないです。こちらもね、女神のカードが入っているので、もうなんか崇拝に近いのかもしれない、アイドル的に感じているとか、そうですね、社内の中でもそのアイドル的存在としてあなたが周りの方々から見られている分もあると思う。だからモテる方だと思うんですね。でプラス性的魅力がすごくたくさんあるっていうのが入ってます。目立つんですよね、魅力が。性的魅力が目立つっていうのが入っています。そして悩ましい顔をしている時や伏し目がちな表情にもドキドキするっていうのが入ってきています。ちょっとうつむき加減だったりとか、下を向いていること、下を向いて作業している、デスクワークとかしている方もいるかもしれません。そんなところを見ていてドキドキするっていうのが入ってきています。そして夢や目標を持っている、そのことを周りの人に話してるんじゃないかなと思うんですね。将来こうなっていたいなとか、自分自身がこうなりたい、こんな人になりたいってことを話してるのかもしれない。その夢目標に向かって取り組んでいる姿を見ているよっていうのも入ってくるので、身近な方いらっしゃると思いますし、あなたが夢のことについてとか理想の自分のことについて話している時に夢中になってキラキラしているところ、そういうところもすごく素敵だなとか、その瞬間ですらドキドキするよっていうのも入ってきています。こちらが1番をお選びいただいた方の、周りの方々が感じる性的魅力です。すごくチャーミングな方ですね。そして、経験も豊富と言いますか、もうねワールドのカードが出てますから、あなたの中で魅力っていうのが完成されているんですよね。だからその自分には足りないものがあるんじゃないかとか、魅力ないですよとかっていうのをね感じずに、もう周りの方々が
もうすごく素敵に魅力的だっていう風に言ってくださってるので、そのままお受け取りいただいてもいいと思います。いや自分全然そんなことないんでとかね、そんなこと思わなくてもいいよっていうぐらいね、魅力伝わってるよっていうのが入っています。この絵がねすごく大きいですね。はい、ではこの後見ていきましょう。あなたの魅力より開花していくためにっていうことで、タロットカードからもらっていこうと思います。今回はこちらのタロットカードを使って展開していきます。7枚カードを出していって、よりあなたの性的魅力を開花していくために、今好きなお相手がいらっしゃる方っていうのは、好きなお相手にアピールするためにっていうことでご覧いただいてもいいと思います。大まかに自分の性的魅力をよりパワーアップさせるためにっていうことでメッセージもらっていきましょう。はい、それでは見ていきましょう。ね、やっぱりあなた自身も自分の魅力、性的魅力っていうのを、十分に、実はね、私密かにこういうところ自信あるんですっていうところを持ってるのかなって思いますし、そのまま自信持ってそれがそのまま魅力として周りの方々に伝わってるので、ここを自分のアピールポイントですとかチャームポイントですって思っていること、それで自信持ってくださいねっていう風に入っています。そのまま持ち続けていいよっていう風に出てきていますね。そして自分自身でもまた魅力さらにねアップさせるためにいろんなことをやってみようかなとか、現にパートナーがいらっしゃる方っていうのは、そのパートナーと肌を重ね合う時にいろんなことを試してみたいなとかね、面白さ、ユニークさとかチャーミングっていうのが入ってきていますから、またパートナーといろんなことをやってみよう、楽しもうっていう気持ちがすごく溢れています。それにパートナーの方も乗ってくれると思うので、すごくいい関係性だなと思います。でパートナーがいらっしゃらない、今好きな方がいる、で好きな方がいないっていう方でも、より性的魅力をアップさせていくためにっていうことで、自分の今持っているもの、今自信がある、ここいいよって自分で思っているところをそのまま引き続き持ち続けてくださいっていうことと、これから新しい魅力が開花されていく、発掘されていくんじゃないかなって思うので、自分で気がつかなかったところに気がつくことができるとか、またさらに豊かになっていくんですよね。開拓していくことによって魅力アップにつながっていくんです。多分ね、ピンと思い浮かんでくることがあるんです。こういうことをやってみようとか、例えば下着をね、新しいものに挑戦、新しい色味とか柄のものに挑戦してみようとか、性的魅力をアップさせるためにお勉強するのかもしれないし、教材を取り寄せるのかもしれない、いろんなことをやってみようって思えるんだっていう風になってるんですね。それが相乗効果を得て豊かなものになっていくだろうっていうのが出てきてるんです。自分に自信を持って、これからもね、より自分をこの熟成されてるよっていうのは出てるんですけど、よりね自分でもっと美味しい自分になろうっていうね、すごく前向きポジティブっていうところで考えてらっしゃるところがあると思うので、それをそのまま開拓していって、より豊かさを手に入れましょうっていうのが出てきてるし、そんな流れになっています。はい、そして今の自分に満足することなくねっていうのが出てきています。すごくいいと思います。カードの並びとしてもとてもいい。楽しさっていうのを追求していくといいよっていうのが出てきているので、今までのやり方っていうのを少し型破りなやり方を試してみてもいいかもしれません。挑戦してみてもいいかもしれませんね。そうですね。あとはここが今のその課題点とかっていうところで出しているカードなので、今までのやり方を大切にしてもいいし、それを飛び越えて新しいことにチャレンジしてもいいし、どちらかというとより魅力を開花していきたいっていうふうに思っている方が多いと思うので、いろいろ自分の中でやってみたいなと思っていること、知りたいなと思っていることを追求していっていいと思いますね。今までのことを現状維持していこうっていうよりは、どんどんさらに魅力アップしていこうっていう気持ちの方が強いと思うので、自分の大事なところを持ちながら
これからより魅力が開花されていくだろうし、それに乗っていけるっていうのも出てきている。はい、そうですね。今までの常識とかやり方、周りではこれが普通だよねって言われてることを飛び越えていってもいいのかなと思います。そしてお酒の席とかお食事とかデートする時っていうのが大きなチャンスですね。この時に好きな人がいる方っていうのもアプローチしていけば、肌を重ねる時がやってくるんじゃないかなと思います。その時間をとっても大事にしてねとか、楽しさと癒しっていうのが入ってきていますから、この2点をポイントに押さえて、どうしたら魅力を開花していけるかなとか、どうしたら好きな人ともっと仲良くなれるかなっていうことで、この先ほどの2つのポイントを押さえてみてください。すごくいいですね。カップのナイトも入ってきています。あなたがなんかデートっていうのも入ってくるから、好きな人やパートナーとの楽しい時間を過ごせるだろうって、その時に自分の魅力が十分に相手に伝わるっていうのが入ってきています。今現在フリーの方っていうのも新しい出会いが期待できそうですね。こう肌を重ねるタイミングっていうのがやってくるような気がします。近々ね。何かあなたの魅力がより周りの人に伝わるようなことが出てくるんじゃないかなと思います。それはあなた自身が自分で発信していくんですよね。自分で意識していないかもしれないんですけど、あなたの言動一つ一つが周りに魅力伝わっていくようなことになるっていうのがあります。そうだな、意識している方もいるかもしれないし、自然体でそのままいるだけでも周りに伝わるものがあるんだよっていうことですね。常に笑顔をね、忘れずに持っていきましょう。節目がちなあなた、悩ましげにしているあなたにもドキドキするっていうのが入ってくるんですけど、今は笑顔っていうのを意識的に持っていくといいのではないかなと思います。はい、ということでカードからのメッセージ、より魅力を開花するためにっていうことと、そしてあとお選びいただいたオラクルカードからもメッセージをもらっていきましょう。こちらはネガティブな自分を自分で制していきましょうっていうメッセージのあるカードです。これ実はね、どちらもあなた自身を表しているんです。これね、すごいですよね。これは実はあなたの頭の中や心の中に実はね、潜んでいる、どっちも自分なんですよね。こちらは表向きのあなた、実はネガティブに考えていることやマイナスに捉えていることなどあるのではないかと。性的魅力についてです。自分の魅力について悩んでいたりとか、いやどうせ自分はこうだからとか、どうせモテませんとか、そう言ってるけど全然そんなことないんですとかっていうところが実はあるんじゃないかって、この自分を自分自身で制するんですよっていうメッセージ。それはより自分が自由になるために、より自分自身が充実するために、この心の中の自分を制していくんだっていうこと、うまくバランス取りましょうっていうことかもしれないですね。そうですね。よりあなたが輝いていく、より自分らしく、より楽しくなっていくためにも、どうせこうだからとか、私はこうだからできないんだとか、そういうことをここね、吸収しちゃいましょうって。暴れ出しちゃう前に自分のものにしちゃって、こんな自分もいるよね、だけど私は私で輝いてるところもあるからっていう、輝いてるところに目を向けるっていうことがいいのかもしれないしね。ここを気にしてる方っていうのは実はいるんですよ、心の中にこういう自分が。これをね、ちょっと黙っててっていう風に制するんですよね。私にはとっておきの魅力があるんだからっていうことで、これを常に持っていてくださいって。何か暴れちゃう自分が時々出てきちゃうんですよね。ネガティブな感じ、マイナスな感情、これをもう負けそうになったら常にこれを思い出してください。これね、個性を発揮して、あなたはチャーミングなんだから、リンゴを丸ごとかじるようにあるがままの自分を出していきましょうっていう、このアップル技術のカードをメッセージとしてお受け取りください。はい、今回は夜の妄想夜のちぎりシリーズ、周りの方々から見たあなたの性的魅力についてお伝えしていきました。はい、ぜひ自信を持ってこれから先の明るい未来に向かって進んでいってください。これからもいろいろなリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。
それでは2番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは夜の妄想、夜のちぎりシリーズです。周りから見たあなたの性的魅力についてお伝えしていきます。もうすでにこちらにあなたの性的魅力、タロットカード、オラクルカードを使って出しています。はい、まずこの2番をお選びいただいた方、周りの方々、今そのあなたの言動というか表情とか動き、感情っていうのがすごく激しい方っていうのが入ってくるんですね。その激しいのがいい悪いとかではなくて、その激しさがいいっていうことなんですよ。そこにすごく性的魅力を感じるって、分かりやすく言うと、表情がすごく豊かな方、悲しい時は悲しいって、でもそれがすごくキュンってくるし、嬉しい時はパッて明るくなってありがとうとか素直に表現できる方だったりとか、あと元気いっぱいっていうのも入ってきます。興味あることに飛び乗っていく、流行りが好きとかね、綺麗なものが好きとか、自分の趣味を持っている方だと思うんです。だから好きなことに対してまっすぐな方っていうの、そこにすごく魅力を感じるよっていうのがまず一番入ってくる。そしてまずね、ここのワンドのクイーンが入ってるので、これ性的魅力満載ってことがここで入ってくるんですね。つまりお色気ムンムンとか、その性的魅力としてパワーのある人、パワフルな人っていうのが入ってくるんです。もう絶対的なエネルギーっていうのを感じるんですね。あともう私にとってはこれとか、私の体とか心、精神の中でこれっていう特技や特徴、個性、もう私はここに自信があるっていう、もう絶対的なこれというものをあなたは持ってるんじゃないかなって思っていたり、私はここがねアピールポイントなんだっていう絶対的なものがあるんじゃないかと思うんですね。それダイレクトに周りの方々に伝わっています。あなたがね、もう自分はここに自信がある、こういうところに自信がある、体力、技とかね、そのパーツとかね、ここだっていうところにそのまま周りにも伝わっています。なのでそこは自信を持っていってください。個性的なものっていうのが入ってきますね。そしてあなたがこう自由に動き回っている姿とか、走っているところ、動いているところとか、体がね動いているところを見ていて、ついついね目線で追いかけたくなってしまうような魅力的な方っていうのがあります。動きが速いのか、こうあちこちこう移動しているような、そんなイメージがここから伝わってきます。そしてついつい手をかけたくなっちゃうんですっていうのがね、声が聞こえてきていますよ。満たしてあげたくなるっていうのが大きく入ってきています。あなたが駆け引き上手で惑わされてドキドキするっていうのもあるし、そのもともと持っている魅力の他に、その今ね、その最近疲れてるんじゃないかっていうのも入ってくるんですね。新月のカードとレスト、お休みのカードも入ってるので、その疲れているあなたを癒してあげたい、ギュッて抱きしめてあげたい、優しく抱きしめたりとか触れたりとかすることによって、あなたの心、体っていうのを疲れを取ってあげて満たしてあげたいっていうようなメッセージも伝わってきます。心も体もあなたを満足させてあげたいっていうふうに周りの方々が思ってるんですね、今。だからそのもともと持っているパワフルな性的魅力の他に、今の現状のあなたに対して満たしてあげたい、優しくしたいとか、構ってあげたくなっちゃうっていうのもあると思うんだけども、ここはね優しくして満たしてあげたいっていうのが入ってきます。両方今あるかな。もともと持ってるのはこちら側の方で、パワフルなとても性的魅力にあふれている方なので、一緒にいて恋愛対象としてもちろん見ているし、性的対象としてもすごくドキドキするっていうのがまずここベースとしてあって、そしてさらにここが今のあなたの現状、疲れてるんじゃないかなとか、心痛めてることあるんじゃないかなっていう風に見えている。だからゆっくりしてねとか、満たしてあげたいなとか、私の力であなたを癒してあげたいなっていう風に思ってるっていうのが入ってきていました。はい、これがその周りの方々から見たあなたの性的魅力としてお伝えしていきました。もともとはねすごくパワフルな方っていうのが入ってきてるんですね。ではここでタロットカードを使ってよりあなた自身の魅力を開花していくためにっていうことで、タロットからのメッセージ、アドバイスもらっていきましょう。
こちら好きなお相手がいらっしゃる方は、好きなお相手にどんなアピールをしていけばいいのかっていう風に捉えていただいてもいいですし、今自分の性的魅力をもっと開花していくためにはどうしたらいいのかなっていう風に見ていただいても構いません。ここからカードを7枚もらっていきましょう。はい、それでは見ていきましょう。より自分の魅力を開花していくためにということで、ここまずカップの9が入ってるので、好きなお相手がいらっしゃる方やパートナーのいらっしゃる方、この近未来でお相手と結ばれるとか、良い一夜を共にできるとか、満足いくようなこと、あなたの心が満たされるようなことがある、ゆっくりと休めるとか、肌を重ね合うことによって癒されるとか、自分の心が満足いくような、そんな近未来の流れが出てきています。十分あなたの魅力が周りに伝わっている好きなお相手かもしれないし、もうターゲットがねいらっしゃる方はね、そこにこうピンポイントで入ってきてると思いますし、そのあなたの性的魅力っていうところで十分に周りに伝わっているっていうのが出てきていますね。とてもいいです。魅力的っていうのが入ってきていて、そうですね、あとはその自分のメンタルコントロールをしていくこととか、あと迷いやすい方もいるかもしれないですね。そうだな、自分がこれからどうやってアプローチしていこうかとか、また逆にね、いろんな人にお声掛けいただいて、どの方とお付き合いしていこうかっていう悩んでいる方とかもいるかもしれない。推しに弱いっていう方もいるかもしれないですね。押されると迷う、揺れちゃうとかねっていう方もいるかもしれないので、そのメンタルコントロールだけがポイントとして入ってくるかなと思います。魅力があるからこそね、たくさんの人にお誘いをいただくんじゃないかなと思うんですね。はい、でそしてあともう少し見ていきましょう。まずここ、今のあなたをより魅力開花していくためにってことで、課題点にタワーのカードが入っています。やっぱりそうだな、迷いやすいとか、そうですね、あとなんかこう自分を変えなきゃいけないとか、ここはそうだな、逆に魅力を抑えようとか、落ち着いた自分でいなきゃいけないとか、一つの場所にとどまっていなきゃいけないとか、あとはこう例えば一晩一夜限りの夜とか、一夜限りのちぎりっていうところですよね、に対してね、それはダメなのかなとか、もうそういうことないようにしようとか、堅実であるべきとか、そういうことを考えているかもしれないですね。そのあたりはどうでしょうか。ちょっとね、自分がその緩くいることに対して、なんかこう過去のことかもしれないですよね。そのちょっと前にね、一夜限りっていうことがあって、ワンナイトがあって、それはあまりよろしくないって自分の中で思っているのかもしれないし、いや全然ありっていうふうに思っているかもしれないんですけど、どうかな、そのワンナイトってことに対してね、いやそのままでいいんじゃないかなっていうふうに思う自分もいれば、やっぱりここは、お付き合いしてからだよねっていう風に思ってる自分もいて、そこで揺れてるんじゃないかなって思うんですね。やっぱりこうメンタルコントロールっていうところ、揺れちゃうっていうところですね。誘われたら、好きな人に誘われたら、交際する前にね、肌を重ねるの乗っていっちゃうし、乗っていったところで結局交際に至らなくて後悔した過去っていうのもあったんじゃないかなとも思うし、で今好きなお相手に誘われたら、でもやっぱり乗っちゃうなっていうところもあると思うし、いやそうならないようにしようって思っているんだけどっていうところでね、揺れている方もいるんじゃないかなと思うんですね。どこに自分の心の軸というか芯を持っていくのかっていうところで今考えているっていうのが出てきてるんじゃないかなと思うんです。でもね、やっぱりこう満たされること、肌を重ね合うことによって満たされるものっていうのは確かにあるし、感じ合えることってすごく素晴らしいなって思ってるから、そのワンナイト自体はね、そこまで嫌ではないんじゃないかなと思うし、それがいいとかダメとか悪いとかそういうことを今ここでお話ししてるのではなくてね、
あなた自身がお相手と自分がつながれて満たされるのであればいいんじゃないかって思う自分と、そうじゃないと思ってる自分と両方今いて揺れているんじゃないかっていうのがね、ここからメッセージで入ってきています。揺れて結局結ばれて、でも現実的には曖昧な関係でとか、そういう方もいらっしゃると思うし、お相手が釣れないとかね、その時は優しくしてくれたんだけどとか、そんな風な恋愛事情とか過去っていうのも垣間見えているかなと思います。だからこそどこまで自分を出していったらいいのかとか、あとは自分の好きな人じゃない人にまでね、色気が届いちゃうというか、性的魅力が届いちゃって逆に誤解されやすいんですっていう方もいるかもしれない。だから断りづらいとかね、言いづらいとか、いやあなたじゃないんだよって思っていても、そうじゃない人からアプローチ受けてっていうぐらいね、モテるっていう方もいるのかなと思います。近々良いことがある、お相手とつながれるとか、フリーの方でも良いことがある、自分の心や体が満たされるようなことがあると思います。ここはね出てきています。でポイントとなるのはやっぱりここですよね。でこの結果で言ってしまうと、これからあなたの性的魅力っていうのはより開花していきます。より花開いていって豊かになっていくので、この流れをねそのまま受け止めてください。あとはどう乗り越えていくかっていうことですよね。ここの障害に対して自分でガードが硬いって思っている方もいるし、逆にねガードが私って緩いんじゃないかなって思っている方もいるかもしれない。この揺れやすいところに対してきっちりと何を指針としていけばいいのかなっていうところを持っていきたいんですよね。まず言えているのはメンタルコントロールっていうのは出てきてはいるんですよ。じゃあどういうところにポイントを絞っていけばいいのかなっていうところで、こちらのねシャドウキャットを使って補足もらっていきましょう。やはりあなた自身が今体、心っていうところに対して不安なところがあるっていうのがあるのかな。休憩のカードも入ってるから満たされたいっていう気持ちがあるとか、逆に疲れているとか、今体力に自信がないとか、そういうことも入ってるのかな。ちょっと厳しいなっていうことですね。だから今一瞬休みたいとか休憩したいとか、中にはモテすぎていて、でそれは今自分が一人になりたい、逆にね人からモテすぎるから一人になりたいと思っている方も今の現状いるかもしれないですね。はい、ちょっと補足でシャドウキャット1枚もらっていきましょう。休養中ですね。ここもねやっぱりねテスト休憩のカードが入っています。今ちょっとゆっくり休みましょうっていう補足が出てきますね。やっぱりあなた自身が今休んでいる最中っていうのがあるのかな。どうしてもここがねやっぱり気になるかなと思います。でこの休んだ後にあとは思いっきり自分の魅力を開花していく、動き出していけるからっていうのがねこちらのカードでも出てきてるんですよね。これから先物事が動き出すとか、あなた自身が物事を上向きに考えられるようになるとか、もっとアクティブになっていけるよっていう流れなんですね。今現在はストップというか、自分自身が気乗りしないだったりとか、迷っているとか、迷いから抜け出せないっていうところがあるんじゃないかな。待っているとか、現状を抜け出すのを待っている、辛いのをなんとか乗り越えようとしているっていうのが感じられます。まずは今ねやっぱり疲れているとか悩みがあるっていう場合は無理せず休んで時間をかけてくださいっていうことが出てくるかなと思います。このシャドウキャットのアドバイスカード、こちらも参考にしてください。そうですね、自分自身のことについて考えているのかもしれないですよね。タワーのカードだから予期せぬ出来事があって、今自分自身が休みが必要になっている時なのかもしれないし、自分の心がちょっと揺れてしまっているのかなっていうのはね出てきています。はい、でももともと持っている魅力がここに詰まっているので、ここね性的魅力ものすごくあるよっていうこと、そしてこちらですね、あなたの感情や行動、思考は全て自由です。夏を飛び回るようにパワフルに発揮してもいいんですよっていうメッセージもお受け取りください。そして
お選びいただいたオラクルカード、こちらからメッセージをもらっていきます。心の声に耳を傾けましょうっていうね、直感に耳を傾ける、五感を研ぎ澄ませましょう。これね、サードアイですね。第三の目と言われていて、直感力を表す第三の目ですね。これを研ぎ澄ませましょう。そして自分の心もよりクリアにしていきましょう。直感を研ぎ澄ませるとどうなるのかというと、様々なことがより明確に感じられるようになります。そこから自分が何を感じて何をしたいのかっていうところまでつなげることができるんですね。そして自分自身を信じることができる、より信じやすくなるっていうのがあるので、ではどうすれば直感を磨くことができるのか、研ぎ澄ませることができるのか、どうしたら心をよりクリアにすることができるのかって言ったら、まずこのように落ち着いてゆっくりとした時間をとる、瞑想をするとか、深呼吸をしたりとか、リラックスして、そして今自分がどんなことを感じているのかっていうのを胸に手を当てるっていう日本語がありますよね。胸に手を当てて考えてごらんっていう日本語がありますよね。それと同じように胸に手を当ててゆっくり深呼吸をしながら、私今どういうことを悩んでいてどうしたいんだろうとか、性的魅力についてね、好きなお相手がいらっしゃる方はお相手のことを今どう感じてるんだろうとか、自分の魅力がどうしたら届きやすくなるんだろうとか、そんなことをふと考えていくとか、全くお相手と関係ないところで自分自身のことについて考えたり、ゆっくりすることによって見えてくる答えっていうのが出てくるんですね。ゆっくり深呼吸するとか、半身浴するとか、リラックスすることですね。一人になって時間をかけることによって見えてくるものがあるんですね。時間をかける、一人でいる、ゆっくりする、ここにこの直感を研ぎ澄ませるヒントっていうのが眠っています。ぜひね、それをやられてみてください。あと、新月が出てきています。新月のカードが出てるということは、今この動画をリアタイでご覧になっている方っていうのは、次の新月8月でリアタイでご覧になっていない方も、今この動画を見た瞬間から次の新月っていうのが大きなターニングポイントになると思います。新月の力を借りて浄化するとか、あとその時にはターニングポイントで自分が今の状況を抜け出して好転していくんだっていう風に感じてください。ポイントは次の新月ってことですね。そしてここね、カップの9も出てるから、新月を乗り越えた後にあなたの願いが叶うと言いますか、より魅力が開花される、今の悩みから抜け出すようなことがあるのではないかな。自信持って進んでいける未来が見えてるんじゃないかなと思いました。こちらもぜひ参考にしてください。今回は夜のちぎり、夜の妄想シリーズ、周りの方々が感じるあなたの性的魅力についてお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは夜の妄想、夜のちぎりシリーズ、あなたの性的魅力についてお伝えしていきます。ここにすでに出しているカードから今周りの方々が感じるあなたの性的魅力についてお伝えしていきます。まず、ここもそうですね、とても素晴らしいカード入っています。ブルーバードサンシャイン。あなたがとても輝いているので口づけをしたいと思っている。そしてあと体のパーツになるんですが、太ももに触れたいと思っているっていうのが出てるんです。脚線美、男女問わずなんですけど、足の、ラインなのか肉質、肌質というか柔らかさとかたくましさなのか、その足、太ももっていうのが入ってくるんですね。ふくらはぎとかね、足首とか入ってきますので、足首の見えるお洋服を着ていたりとか、ね、あとヒールを履いていたりとかする方もいるかもしれない。その足っていうのが入ってきます。触れたいっていうのがね、出てきています。そしてあとはあなた自身がそこの体的なことなのかな、体のパーツ、今その足の話をしたんですけど、あとその口づけっていうお話もしたんですけど、この2点どちらかについて自信がないっていうのが入ってくるんですね。自分の体にコンプレックスを持っている。なぜ
隠すんだろうっていうのがね、このカードから入ってくるんですね。なんで隠れちゃうのって、あなたの魅力ってすごく素敵だからそのまま出してくれてもいいのにっていう風にね、異性の方々、恋愛対象の方々からそのようにね、伝わってくるんですね。もっと自信持っていいよとか、あなたが自信ないところって逆にそれが性的魅力として入ってきてるんだよって、だからそれを早く気づいてほしいとか、あと全体的にあなたにいろんなことを教えたいっていうのが入ってくるんですよね。それはあなたってこんな魅力いっぱいあるんだよってことを伝えたいってこともそうだし、もしあなたと肌を重ねることになったらいろんなことを教えたいんだっていうのがね、入ってくるんですよ。先生みたいな方々が多いのかなと思いますね。いろんなことを教えたい、ここはこうなんだよとか、ああなんだよとか、こんなことあるよとか、そんないろんな情報だったりとか、いろんなことをね体験してほしいとか、そういうことをなのかなと思いました。はい、なので気づいてほしいだけではなくて、いろんなことを教えたい、あなたには隠れた魅力があるから、逆にそこを隠さずにね、臆さずに出していってほしい。そしてあなた自身がこうじゃなきゃいけないとか、私はこうでなければいけない、例えば女性だからこうじゃなきゃいけないとか、男性だからとか、あと何歳だからとか、何か外枠といいますか、言葉とか数字とかそのようなものにとらわれすぎているのかもしれないですね。だからそのあたりを取っ払って自由にあなたらしさをそのまま個性としてね、自分自身認めて発揮してほしいって、すごくね隠しているっていうのが入ってくるんですよね。だから触れたいのに触れられないとか、近づきたいのに近づけない、もっとあなたの性的魅力に近づいていきたいのに、あなたがどんどんと逃げていくというか、引っ込んでいってしまう、隠しちゃうんですね。自分自身で隠しちゃうからもったいないっていうのが、すごくこの周りの方々が今あなたに伝えたいよっていう風に入ってくるんですね。こうじゃなきゃいけないってところから外れてってっていうこと、そしてすごくねメッセージ性が強いものとして、今 つけている内なる衣といいますかね、そのインナーといいますか、そこを一度見直してみてっていうメッセージが入ってくるんですね。もしかしたらそこあなたが今サイズっていうところを自分自身で気にしているのかもしれないなっていうこと。でもそのサイズはすごく素敵なものだからっていうことは周りの方々は思ってるんだけど、あなたが隠してるっていうのが入ってくるんですね。どこの部分かっていうのはちょっとそこまではね具体的に出てこないんですけど、体のとある部分をコンプレックスに感じていて、それをすごく隠したがっているって、それは出していいよっていうことと、あとサイズ服のサイズとかインナーのサイズだったりとか、そこもう一度見直してみて、実はあなたの肌に合ってないんじゃないか、サイズだけではなくてお洋服の質とかね、素材かもしれないですよね。あなたの肌質に合わないとかなのかもしれないなっていうことがね、今このメッセージとして伝わってくるんですよね。サイズか、またはあなたが敏感肌とかなのかもしれなくて、今肌に合わないものとかを身につけているとか、メイク、お化粧かもしれないですよね。自分自身をギュッとね苦しめてしまっているような、隠しちゃってるような、自分の気持ちを抑え込んでしまっているような、遠くでねあなたがこっちを見てるんだけど寄ってきてくれないって、そんなねメッセージが伝わってきます。だけど信じてほしいって、自分の素晴らしい魅力、エネルギー持っているっていうことを本当は出していきたい魅力だったりとか、こうしていきたいって思ってることあるんだけど、自分で自分自身抑えてるんじゃないっていう風に入ってくるんですね。自分を信じてほしいって、自分には素敵な力や奇跡、エネルギーを持っている、これからねあなたは運に恵まれるから、その運を信じてほしいっていうのが周りの方々のメッセージとして入ってきています。はい、ではここまで見ていったので、あとはタロットカードを使ってより自分の魅力を開花していくためにはどうしたらいいのかなっていうメッセージをもらっていこうと思います。ここからカードを7枚使って見ていきます。そんなに臆さなくていいよとか、隠さなくていいよとか、逃げなくていいよっていうのが入ってくるんですね。
自分に自信がないだけではなくて、距離感について考えているっていう、悩んでいますっていう方もいるかもしれない。ではカードからのメッセージもらっていきます。はい、では見ていきましょう。タロット7枚からメッセージをもらっていきます。そう、やっぱり同じようなことがここで言われてるかなと思います。そう、自分自身、あなたが逃げていってしまうというか、自分の魅力から目を背けていたり、周りと自分は違うとかね、それは自分の中でいろいろ考えちゃうんじゃないかな。周りの人はすごく魅力的なんだけど、自分には魅力がないとか、周りから自分を遠ざけている、自分自身で自分を遠ざけているとか、あと距離感について悩んでいたり、どう接していいかわからない、どれぐらいの距離感で異性とか恋愛対象の方々と接していったらいいのかわからないとか、中には自分の魅力をどう伝えていいのかわからないっていう方もいるかもしれないけど、どちらかというと抑えてる、自分自身で抑えたり逃げたりとか、距離を作っている方が多いんじゃないかなと思うんですね。でもそこから抜け出していく時がもう間もなくね、やってきています。ここはあなたの魅力をより開花していくための障害となるところに、女帝のカードが入ってるんですね。女神のカードが入っています。自分の魅力信じてください、自信持ってねっていう風に入ってますね。自分のことを信じられるかどうか、自分ってものすごく魅力的な人間なんだって、自分ってものすごく魅力があるんだっていうことをもっとね、出していっていいよとか、自分を信じることだよっていうのがね、入ってるかなと思いますね。いかに自分の魅力を出していくかじゃなくて、あなた自身があなたの魅力を気づくとか、認めてあげるとか、受け入れるっていうところなんじゃないかなと思います。何かに気にしていて、自分の魅力についてね、コンプレックスを感じていたり、自分はそうじゃない、魅力的ではないんじゃないかとか、あと何か外枠のものっていうのが入ってくるので、自分はこうだから魅力がないんじゃないかとか、もう自分には遅いんじゃないかとかね、これから魅力を伝えていくには足りないんじゃないかとか、そこを取っ払って、この今の自分が一番最高なんだっていうところに目を向けた瞬間に、物事は奇跡的な流れを見せますよっていうのが入ってきています。そうですね、自分のことを自信持ってねっていう風に入ってきます。流れに身を任せて、今の自分でいいじゃないかって。過去にいろんなことがあったかもしれない。だけど今のあなたがね、最高であり、過去が最高だったわけではなくて、あなたは時を刻み続けていて、魅力をどんどんとプラスしていって、今が最高潮で、これから先未来はもっと最高潮になっていくんだっていうこと。過去にとらわれていて、今の自分を認めてあげられないのであれば、今の自分が最高なんだよってことを受け入れてくださいと。そしてそれを受け入れた瞬間に、あなたはこれから素晴らしい流れがやってくるだろうっていう風に入ってきていますね。そうですね、諦めてしまったこととかもあるんじゃないかな。その外堀の何か理由ですね。自分はこうだからとか、自分はもうこうだからとかね、過去のことについて、過去は良かった、でも今はとか、あとは何か女性だからとか男性だからとか、自分の見た目がこうだからとか、何かあなたがコンプレックスに感じていること、そこを諦めちゃってるところがあるんじゃないかなと思ったんですね。もうこうだからダメだとか、ご縁を感じないとか、もう先はないだろうって、未来に対して諦めかかっているところがあるんじゃないかなと思うんですね。そこを諦める必要ないよっていうカードからのメッセージ。そして近未来の流れで見ていくと、好きなお相手に対してどう自分の魅力をアピールしていけばいいのかなっていう、対好きなお相手として見ている方にとっては、まず2人きりになれるかどうか、2人きりになって自分の魅力をアピールしていけるかどうかっていうところが一つのポイントになってくるんじゃないかなと思います。みんなで集まったり遊んだりとか、
楽しい思いを共有し合うことっていうのはできるんですけど、じゃあいざ2人きりになってデートしたりとか、例えば夜のちぎりを交わしていくっていうところまで持っていくためには、あなた自身が自分の魅力に気づくとか、自分に自信を持つことが重要ですよっていうことですね。そして好きなお相手やパートナーで見ていなくて、どうやったら自分の性的魅力をもっと出していけるかなって、より開花していけるかなっていうところに目を向けている方にとっては、まずしばらくの間自分に自信をつけるとか、自分のことを受け入れる、自分を諦めなくていいんだっていうところにたどり着くまでにほんのわずかだけ時間はかかるだろう。で、その時々によって困難、障害、壁、乗り越えるべきものっていうのがある。乗り越えるべきものっていうのは自分自身だと。自分自身の自信をつける、コンプレックスを克服するっていうのは改善するのではなくて受け入れるっていうことなんですよ。変えられないものもあると思うし、変えられるものもある。変えられるものについては変えていってより改善していけばいいし、変えられないというものであればそれはそのまま受け入れるんだっていうことです。これができるようになると、あなたはよりお相手とか、より自分の性的魅力っていうのが恋愛対象の方々に伝わっていくような流れをつかむことができる。まず自分自身が自分のことをどう受け入れるかなんだよってことがカードからのメッセージですね。中には諦めちゃうようなこともあるし、やっぱりダメなんじゃないかってもう一度ちょんぼりしちゃうような時も出てくるだろうし、様々なことが起きるだろうけど、それらも全部ね踏まえて、でもやっぱり私ってこうなりたいんだよねとか、自分らしくいたいとか、自分を今まで苦しめていたものがあるんだけど、そこから抜けてもう自分らしくこれからやっていきたいっていうところに目を向け続けていくんだ、諦めないでねっていうようなメッセージが入っています。そしたらあなたの魅力、本来ある魅力っていうのはより開花されていく。もっとたくましくなっていいんだよ、力強くタフになっていいんだよって。打たれ弱いとか、誰かにこう言われたから 100% 自分が悪いんだとか、それをいつまでも引きずっているっていう方もいると思う。そこからもう抜ける時がやってきてるよって。だから自分のコンプレックスばかりに目を向けずに、自分の魅力っていうところを、そこに目を向けてねっていうカードからのメッセージ。周りから助けてくれるとか協力してくれる、力になってくれる、あなたの魅力を引き出してくれる人たちも周りにたくさんいるから、より多くの人と関わっていきましょう。そんなメッセージも込められています。はい、ではカードからのメッセージをお伝えした後に、こちらお選びいただいたオラクルカードからメッセージをお伝えしていきます。こちらのカードは自分自身を清める浄化のカードです。デトックスしましょう。それはそのいろんな浄化の仕方があると思う。例えばお部屋の掃除や整理整頓をすること、身の回りをきれいにすることによって見た目からすっきりするとか、なんかね掃除頑張ったな、自分頑張ったよっていう風に自分自身を褒められることですしね。身の回りがきれいになることによってすっきりする。だからイコール心や体、頭の中が思考がクリアになるっていう方もいると思うし、あと半身浴をするとかリラックスするとか自然に触れることによって自分自身の心浄化するんだっていう方もいると思う。あなたのやり方で構いません。日光浴とかね、月の光を浴びて気分転換するのもよし、空気に触れる、自然の風に触れるとか、水を使った浄化をするのもよし、あなたが今これやってみてデトックスできるもの、マッサージを受けに行くとかでもいいですしね。あなたの中でこれだって思うものをやって自分自身のデトックスをしてください。今体の中に、心の中に溜まっているものを押し出す時です。押し出してより新鮮なもの、よりクリアなものを体の中に取り入れていきましょう。こんなメッセージが込められています。今回は夜の妄想、夜のちぎりシリーズで周りの方々から見たあなたの性的魅力についてお伝えしています。ぜひこちらを参考にしてください。これからもいろいろなリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは今回のリーディングは以上となります。いかがだったでしょうか。今回は夜の妄想、夜のちぎりシリーズ、
あなたの性的魅力についてカードからのメッセージをお届けしていきました。より自分の魅力を開花していくためにっていうメッセージをお届けしました。はい、ということで今回のプチ3択占いはこちらのコズミックバーオラクルカードからもらっていこうと思います。そうですね、より魅力を開花するためにどうすればいいのかっていうことはお伝えしていったんですが、そうですね、よりさらにねプラスにあなたの背中を押してくれるメッセージとして3択でもらっていきましょう。お好きなもの1枚お選びください。左、真ん中、右と3枚出しますので、失礼しました、3枚出しますので1枚お選びください。この中に何か重要なメッセージやヒントが隠されているかもしれません。はい、では見ていきます。はい、今3枚出しましたので、こちらから左、真ん中、右とお好きなもの1枚お選びください。はい、では見ていきましょう。早速今回は真ん中の方から見ていきます。はい、ネクストグラス、すべてを含む空、まっさらな状態、運命の転換、次のグラスに何を注ごうか。はい、次のステージがやってきています。このグラスの中、今は何も入っていません。あなたはどんなものを注いでいきますか？何色にしますか？どんな味にしますか？すべてはあなたが決めていけます。まだ今はまっさらな状態であり、今この転換期を迎えています。今あなたがどんな風に変化していくのか、自分自身で願いを込めて未来を彩っていきましょう。今真っ白ですよ。何もない空の状態。どんな風にどんな量を注いでいくのか、すべて自由です。あなたの今心に従ってどんな風になりたいのかとか、願いを込めてこれから先の未来を描いていきましょう。そして次、右をお選びいただいた方です。はい、チェリータイム。together share、一緒にやる、シェアする。チェリーのようにパートナーシップを大切にしましょう。いいですね。2人で1つみたいなね、チェリー、さくらんぼですね。まずシェアすることとか一緒にやる、取り組むことですね。これはパートナーのいらっしゃる方とかはまさにね、このちぎりを楽しんでくださいってことかもしれないし、まずは、何か一緒にやってみよう、デートにお誘いする、同じ時間を過ごすとか、 LINE のやり取りをするとかでもいいし、写真をシェアするとかでもいいんですよね。そのシェアする、楽しいことをシェアするとか、何か取り組んでみるってことを今意識されると、よりお相手と距離が縮まるとか、自分の魅力がより開花するってことにつながっていくのかなと思います。誰かと何かをシェアする、一緒に楽しいことをする、パートナーシップを大切にする、そんなメッセージが込められています。では次、左をお選びいただいた方です。はい、ラブグラビティ。そう、思いは様々なものを引き寄せる。嫌なことすらあなたがキープしている。愛は重力のように時間も空間も一つに巻き込む。重力、愛の重さっていうのを表していますね。引き寄せたりとか、すべてはいろいろなものを引き寄せていて、嫌なこととか良いこと、気持ちいいこと、不快なこともすべてね、重力のように引き寄せている。時間も空間もいろんなものを巻き込んで、あなたのこのグラスの中に引き寄せられていると。あなたがキープしているということは、では嫌なことは手放すこともできるのではないか。自分がキープしようと思わなければ離していくこと、突き放していくこともできるのではないか。この中からあなたがその愛の重さについてもね、これはメッセージを伝えてきてくれていると思うんですが、いろいろなことを引き寄せているから、その中であなたが一番大切なものを自分の中に沈め込んでおいて、そしていらないものは飛ばしていってくださいね。弾ける泡のようにね、発散させていってくださいね。そんなメッセージも感じられます。あと引き寄せっていうのもありますよね。引き寄せの他にもね、重力、重さとかね、時間っていうのも入ってくるので、今ここに重要なメッセージが込められているのかもしれません。時間、そして場所、引き寄せ、愛の形や愛の重さ、
ここについてもう一度あなたが見直しをかけるといいのかもしれません。で、今回はね、ピンク系の2枚とクリアな色が入ってきていますね。この真ん中の方はラッキーカラーというよりは自分で自分の色をつけていくっていうメッセージなので、今自分の好きな色を取り入れていくといいと思います。そして左側の方や右側の方、こちら同じようなね、ピンクやさくらんぼカラーですね、チェリーカラーが入っているので、この色ね、同じような色に見えると思います。ピンク系、この色をぜひラッキーカラーとして取り入れてください。これさくらんぼを食べるとかでもいいと思います。ぜひ取り入れてください。はい、では今回はこちらのプチ3択占いでリーディングを終了させていただこうと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。